私はこれまで ZIP エアに8回乗ってきました。結論から言うと ZIP エアめちゃくちゃおすすめです。ただ予約前に注意点を知っているかどうかでフライトの快適さは大きく変わります。今回は実際に何度も利用してきた私が感じたことを4つのポイントに分けてご紹介します。1、私が ZIP エアをおすすめする理由。2、予約時に必ず確認すべきことを4選。3、機内に持ち込むと便利なもの、逆にいらないと思うもの。4、最近導入されたスターリンク Wi-Fi、 実際の使い心地は。これから ZIP エアを利用する予定の方はぜひ最後までご覧ください。はじめに、なぜ私は ZIP エアをおすすめするのか。私が ZIP エアをおすすめする一番の理由はやっぱり価格の安さです。日本とアメリカを往復する場合、 LCC ではない航空会社だとエコノミークラスでも1人30万円以上することがありますよね。もちろんマイルや特典航空券で安く取れる場合もありますが、毎回そううまくいくわけではありません。そんな時、私にとっては ZIP エアがとてもありがたい存在なんです。時期によって変動はありますが、安い時は往復でも1人800ドル以下で予約することができます。実際私が最近利用した時は2人分往復で1500ドル、日本円にすると約22万円でした。私はアメリカ在住で夫と2人で日本へ帰国することが多いのですが、2人分の航空券代となるとかなり大きな出費になります。家族旅行や一時帰国を考えている方の中には航空券代がネックになる方も多いのではないでしょうか。その点 ZIP エアのおかげで渡航費を抑えることができます。私はアメリカに移住してから1年半以上経ちましたが、すでに4回日本に帰ることができました。正直 ZIP エアがなかったらここまで頻繁に日本へ帰れていなかったと思います。日本にいる家族を呼ぶことも比較的しやすいと思います。私のように結婚でアメリカに来る方、さまざまな理由でアメリカを頻繁に往復する方もたくさんいらっしゃるかと思います。そんな皆さんの役に立てれば嬉しいです。さて、ここからはとっても大事なお話です。私が予約時に必ず確認すること4つ。ZIP エアの料金は基本は座席だけの価格です。そのため受託手荷物や座席指定、機内食などが必要な場合は別途追加する必要があります。これは国内線の LCC と同じですね。私はいつもバリューというサービスパッケージを利用しています。このプランには座席指定、受託手荷物1個30キロまで、機内食スタンダードが含まれています。それでは予約時に必ず確認すること1、荷物について。私は毎回大きなスーツケースを持って帰国するので、30キロまで預けられるオプションをつけるのは必須です。特に日本への一時帰国だとお土産や買い物で荷物が増えがちですよね。私も毎回日本で爆買いするのでパンパンです。後から追加すると料金が高くなることもあるので、預け荷物が必要な方は予約時につけておくのがおすすめです。予約時に必ず確認すること2、座席指定するかどうか。私は座席指定は毎回しています。ZIP エアの座席は横に3列3列3列で並んでいます。先日私は右3列の一番通路側、夫はその右隣に座っていました。一番窓際に男性が座っていたので、何気なく座席指定しましたかと聞いたところ、していないとのことでした。よくよく話を聞くと、その方は一緒に来ていた彼女さんと席が離れてしまったそうです。結局その後その彼は追加料金を支払って移動していました。一緒に旅行する方がいる場合は座席指定はしておいた方が安心だと学びました。予約時に必ず確認すること3、どの席に座るか。ちなみに私のお気に入りの座席は後方エリアの窓側ブロックの通路側席です。前方はいつも混んでいるのでおすすめしません。前すぎず後ろすぎずで比較的落ち着いて過ごせます。後ろすぎるとトイレの音がうるさいかもしれません。通路席はトイレに行きやすいから、これはもう必須です。夫と2人で乗るときは通路側プラス真ん中席、もしくは通路側1つ開けて窓際の席を取ることがあります。後者の場合は真ん中が開く可能性はありますが、もちろん誰かが座る可能性もあります。
私たちは一度それ成功しましたが、根拠ゼロなのでご自身で判断してください。ちなみに通路側とその隣の席を取ると、残った窓際の席に誰かが来る確率は高いように感じます。いずれにせよ横に誰も座らなければ3席すべて2人で使うことができます。これは運次第ですね。機内に入ってから分かることなので、誰か来るのかなと毎回ドキドキしています。予約時に必ず確認することを4、機内食について。私はサンフランシスコから東京へ行く便ではよくハヤシライスを注文しています。数年前よりソースが増えていて、個人的には以前より美味しくなったと感じています。牛肉がごっついのですぐ歯に挟まっちゃうんですよね。食後に歯磨きや歯間ブラシなどがあると安心です。東京からサンフランシスコの便では牛丼がおすすめです。ちなみに機内食の時間変更もおすすめ。予約時に追加料金を払えば食事時間を離陸後から到着前に変更できます。変更したことはないんですが、空港で食事をしてから搭乗すると離陸後1時間後くらいに機内食の時間になってお腹いっぱいの状態で食べることになるので、私は到着前の時間に変更すべきだったと何度か後悔しました。水や軽食は搭乗前に準備しておくことはとっても大事。ジップエアではお水も有料です。アメリカから乗る場合は空港の給水スポットでタンブラーに入れておく。日本から乗る場合は保安検査後に自販機でもいいのでペットボトルを購入しておく。これだけで余計な出費を減らせます。もちろん機内販売もありますが、飲み物や軽食は空港より割高です。成田空港はセブンイレブンもあるのでありがたいですよね。ただアメリカの空港は物が高いので、軽食をどうしても食べたくなったら機内で買う方がお得かもしれません。以上が予約時に気をつけることを4選でした。では次に、私がジップエアーに乗るときに必ず機内へ持ち込んでいるものを紹介します。これまで8回利用してきてこれはあった方がいいと感じたもの。1つ目はまずは充電器。ジップエアの座席には充電設備があります。私は毎回スマホやイヤホンを充電するので、充電ケーブルは必ず持ち込みます。意外と長時間のフライトで充電が減るので忘れないようにしたいアイテムです。そして羽織物。機内は寒く感じることがあります。私は薄手のパーカーやブランケットを持っていくことが多いです。ブランケットなどは機内でも購入できますが、それなりに費用がかかるので持参しておくと安心です。逆に持っていかなくていいなと思うものもあります。それは洗顔グッズやフェイスパックです。もちろん使う方もいると思うんですけども、私は持っていかなくなりました。理由は機内の洗面台がかなりコンパクトだからです。一度試しに顔を洗ってみたことがあるんですが、水が周りに飛び散ってしまい、結局床を拭かないといけなくなってしまいました。そのため私は機内では顔を拭くシート程度にして、しっかりした洗顔は出発前か到着後に行うようにしています。最後にジップエアの Wi-Fi 事情について。最近のジップエアで個人的に一番驚いたのが Wi-Fi です。以前は長時間フライトに備えて Netflix や YouTube の動画を事前にダウンロードしておくことがほぼ必須でした。でも最近は機材へのスターリンク導入が進んだことで状況が大きく変わりました。私が前回利用した時は動画を事前ダウンロードしていなくても問題ないくらい快適でした。直前になってあれNetflixダウンロードしてないじゃんって慌てて探してたんですけど、ダウンロード間に合わなかったんですよね。でも機内でNetflixとか YouTube を見たり Instagram を開いたりしましたけど、本当にストレスを感じませんでした。インスタのリールもカクカクせずに見られて、本当に飛行機の中なのこれって思うほどでした。もちろん利用する便や混雑状況によって差はあるかもしれませんが、私が乗った便ではかなり快適でした。以前のジップエアを知っている方ほどこの変化には驚くと思います。ここまでジップエアを何度も利用してきた私の体験をもとにお話ししてきました。結論としてジップエアは頻繁に日本とアメリカを行き来する方には本当におすすめです。もちろん ANA や JAL のようなフルサービスキャリアと比べるとサービス面で違う部分はあります。ですがその分航空券代を大きく抑えることができますし、機内も綺麗で快適です。
座席についても個人的には他の航空会社のエコノミークラスと比べて特別狭いと感じたことはありません。長時間フライトなので快適さは気になると思いますが、実際に8回利用してきて大きな不満はありませんでした。正直なところ飛行機の快適さは座席そのものよりも隣に人がいるかどうかで決まる部分も大きい気がします。これはもう運ですね。海外に住んでいるとどうしても日本の家族に会う頻度が減ったりハードルが高くなってしまいますよね。私も移住前はそれがとっても心配でした。でもジップエアのおかげで格安で日本を行き来できる選択肢が増えて本当に助かっているんですよね。だからもしアメリカ移住を考えている方が見てくれていたら、ジップエアを一つの選択肢として考えるのはありだと思います。私は過去にマイルを使って格安でファースト、ビジネスクラスに何度か乗りました。どうやってそんなにマイルを貯めることができるのか話した動画も出していますが、今後もっと詳しくお話ししたいと思っています。ぜひチャンネル登録して待っていてください。もし他にも皆さん独自のコツなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。